あいつと一緒に丸木橋を渡っていたら、背中を押されて谷川に落とされてしまった。落ちる途中で気を失ったくらいだから、かなり落差があったはずだ。気がつくと、私は谷川を流されていた。あいつの罠にまんまとはまったわけだ。2人だけで山歩きしようなんて誘われて、のこのこ乗った私が愚かだったのだ。今さら悔やんでも仕方ないけど、まさか突き落とされるとは思わなかった。もう私は流されてゆくしかないのだ。川はすでに谷川と呼べなくなっていた。流れは緩やかになり、幅も広くなっていた。水面に浮かんでも山並みなどは消えてしまい、川沿いに人家や看板などが見えたりした。水面に浮かんでばかりもいられなかった。空から鳥が急降下してきたりするからだ。どうも私の目玉を狙っているらしい。水中に潜れば魚につつかれたりする。縄張りというものが魚にもあるのだろう。時々川の底を転がったりもする。石ころに当たってあざができたりすることもあった。お姉さん何してるの？水面に浮かんでいたとき声をかけられた。橋の欄干から男の子が見下ろしていた。あら、見てわからない？わかんない。私ね、流されてるの。どうして？いろいろとあるのよ。わかんないな。大人になったらわかるわよ。あいつにもこんな時代があったんだろうな。大人になんかならなければいいのに。見えなくなるまで男の子は橋の上にいた。ずるずると私は流されてゆくのだった。警察官に不審尋問されたこともあった。おい、そこの君、何をしておるのか。慌てて川底まで潜って水を濁した。友達や兄弟に説得されたこともある。流されてばかりいてはいけないぞ。一度暗い流れに逆らったらどうだ。無様な水死体のふりをしてやった。そんなふうに私は流され続けるのだった。あいつの顔なんかもう忘れてしまった。夜、川に流されながら星空を見上げる。そんな時、ふと私は思ってしまう。どこまで流されたら川は終わるのだろう。いつまで流されたら海にたどり着くのだろう。もう十分大人になっているはずなのに、ちっとも私にはわからないのだった。